こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日はヨーロッパの文房具屋巡り最後の国イタリアです。2店舗紹介していきます。11月18から22日でイタリアのミラノ、フィレンツェ、ベネチアの3都市を回ってきました。今回フランス、オランダ、スイス、イタリア、ドイツとねぐるぐるっと5カ国行ったんですが、個人的に一番気に入ったのはねイタリアでした。物価、食、街並み、気候、どれをとってもねとても素晴らしかったです。で、動画に映ってるのはフィレンツェにあるサンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂っていうところなんですけど、白大理石を基調として緑ピンクの大理石によって装飾されているそう。一番ね感動した建物です。最初に行った文房具屋はイタリア全土にちょこちょこある文房具以外に旅行グッズなども取り扱っているお店です。1店舗目、レガミミラノ、赤い看板がね目印です。パッと見おもちゃ屋かなっていう印象でした。中はレガミミラノブランドのねオリジナルのものがずらーっと並んでいて、あとオリジナルキャラクターもね結構いっぱいいました。小学生の頃に通っていたパスポートとかオリンピアとかをね彷彿とさせるなって、これわかる方いますかね。で、あまりね心ときめくものないかなと思いつつ、ちょこちょこ可愛いキャラクターが気になって店内を回ってました。そしたらね荷物がかさばるので購入断念したんですけど、この恐竜ちゃんに出会ってめちゃめちゃ可愛くてね、ペン立て購入するか結構悩みました。にしてもねこの店どんな人がターゲットなんだろうとちょっと戸惑いつつぐるぐる、やっぱりね小学生なのかなみたいな、持ってたら人気者になりそうだなみたいなものが多かったような印象です。と思っていたら、お店の奥にですねノート類がたくさんありました。花柄とかね無地のものが多かったです。この辺は仕事に使う用の手帳とかトゥードゥリストっていうアイテムが結構たくさんありました。2024年のねダイアリーもあります。カラーパレット並みのカラーバリエーションですよね。ホームページを見てみるとそもそもねノートから始まったブランドのようです。で、私は手帳以外にね伸ばすと2メートルになる折りたたみ定規とか片手で操作できるテープカッターとか、そういう面白文房具があったのでね購入してみました。レビューはね次の動画でね紹介するので楽しみにしててください。最近はこの消せるボールペンがめっちゃ人気らしくて、店員さんにね買わないのっていう感じで言われました。ちょっとね買いませんでした。次は水の都ベネチアです。天気がね悪くてもこんなに綺麗、晴れてたらね気を失っているぐらい綺麗だったんだろうなっていう、やけくそでね曇りでよかったと思い込むことにします。はい、そんな素敵な街で見つけたのがこちらのラ・カルタというお店。ちょっと読み方合ってるかわかんないです。ベネチアは小道が入り組んでいてすごく複雑で、迷子になってる途中でねたまたま見つけたので出会えたのはね奇跡だと思ってます。店内にはベネチアカーニバルで使われるね仮面がたくさんずらーっとあります。カーニバルの期間中は仮面をつけて仮装をして身分とかね階級年齢を超えて平等にカーニバルを楽しむっていうことがね許されていたそうで、仮面がねたくさん売っていました。あとはね小さい豆本みたいなのがミニチュアのね棚に詰められて売っていて、ちょっと新しい扉を開けそうになりました。そしてね出会えたらいいなとなんとなく思ってたベネチアのガラスペンを発見。ベネチアンガラスって聞いたことありませんか？ベネチアはねガラスが有名なんですけども、昔にねベネチアはガラス職人が隣の村の島に居住することをね義務付けて、特別な許可がない限り島をね離れることを禁止して、この技術の流出をね防いだりとかしていたそうです。なのでムラーノグラスというのもね有名で、ちなみにこの後そのムラーノ島まで行ってね晩酌用のコップを買いました。話それちゃったんですけど、ベネチアにはねそういうグラスが結構偽物がたくさん流通しているらしく、購入時には注意が必要で、こちらの店員さんに聞いたらムラーノ島の友人が作ってるのよと言っていたのと、工房のシールもね貼ってあったので本物だと思います。で、店内がねすごい狭いので少人数1人か2人ぐらいかな一緒に入れてっていう感じなので、少人数で行くことをお勧めします。ということでヨーロッパ3カ国分の文房具屋巡りの紹介がこちらの動画にて
終了しました。万年筆などで有名なねドイツにも最後寄ってはいるんですけども、ビールのね誘惑に勝てずずっと飲んでいたせいで文房具屋をね巡る時間と気力がなくなってしまいました。はい。でもね、ちょこっとデパートで見かけた万年筆売り場っていうのはね、もうほんと素晴らしかったです。紹介をね、期待されていた方がいたら本当にごめんなさい。で、動画に映っているのが今回自分用に買った文房具たちです。紹介動画はね、次に出しますので、ぜひお待ちください。なんか旅行動画ばっかりになってしまったせいか、あんまりね、動画が再生されず、ちょっと、落ち込んでおります。まだまだね、旅行系の投稿が続く予定で、次はね、旅行ログを作るので、その様子もぜひ、お届けしたいなと思っています。とはいえね、再生回数もやっぱ気になっちゃうので、通常の文房具とかね、仕事の投稿も復活していきますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。先日のね、当店の年に1回のセール、たくさんの方にご利用いただきました。本当に皆さんありがとうございます。順次出荷しておりますのでお待ちください。で、最後にちょこっとおまけ。あまりにね、時間がなくて入れなかったモレスキンの直営店ショップです。外観だけお届けします。